私が生まれたのは昭和14年ですから、もうそのすでに戦時の体制に、中国との争いとかなんとかで戦時の体制やったんですけれども、まあ今で言ったら満3歳ぐらいです。父が召集を受けて補充兵として陸軍です。陸軍で召集を受けて、そうです、インパラ作戦。どういう感情は分かりませんけど、とにかくその母が泣いている姿というのは未だに覚えています。米軍の飛行機はビラまいて、明日空襲に来るからで、本当にキラキラキラで輝くような星空。佐賀の空襲をもう知ってる者がもうほとんどもういなくなってしまったんです。私が生まれたのは昭和14年ですから、もうそのすでに戦時の体制に、中国との争いとかなんとかで、戦時の体制やったんですけれども、まあ私の生まれて4つの時に、まあ今で言ったら満3歳ぐらいですけど、昔は数え年で言っていたから。よく言われていたのが、4つの時に父が召集を受けて、あの頃兵隊検査で受けて講習合格で行く人と、それからうちのように長男っていうか、うちは生息子だったんですけども、あの頃の家を守っている家長であった父が、いわゆる母の話では補充兵として30そこそこぐらいでしょ。戦死した時の32歳ですから、そのくらい30そこそこで召集されて、私の母が父から聞いた話では、もう補充兵で入ってるから、もう30近くの年配で入ったもんだから、極端に入ったら若い兵隊さんがおるわけです。それがね、威張りたくってビンタバと叩かれると、もうこれが一番悔しかったって母に言っていた。そうですね。若造からもうビンタ叩かれるってもう情けなかったって言っていますけどね。もう戦争が始まるということで、補充兵として招集されて久留米の、極北の方に、まあ4発って言いますけどね、そこに、行ったわけです。それが4つの時ですから、昭和17年かそのくらいじゃなかったでしょうかね。はっきり父が出征した年というのははっきり覚えてもいませんけれども、父が入隊して、面会に行ったということは覚えてる。しかしどういうことをして中で面会して父とどういう話をしてきたかということになってくると、やっぱりもう記憶がないというふうなんですね。まだ4つか5つぐらいですから、記憶が定かじゃないと思いますけどね。陸軍です。陸軍で召集を受けて小倉の部隊の方に行ったらしいですね。記録によると、小倉の部隊の方で戦死の記録が残っていたんですけど、今でいうミヤンマ、昔のビルマ、あそこに行くということで佐賀駅に汽車で来たそうです。母がその時に
見送りに行ったということを言っていますけど、私は全然もうその記憶はありませんけどですね。だからそれが母が父と会った最後のお別れじゃったんじゃないでしょうかね。それからビルマの今でいうミャンマーの方に行って、そしてそこで戦死っていうか戦病死になっている。それは何で分かったかというと、記録にもそうなってますけれども、また後になりますけどね、私のその父の戦死っていうことは、私たちの家にはまだ広報が入ってきてなかった。で、終戦と同時に一緒にビルマの方に行った戦友の人が帰ってきた時に復員して帰ってきて、まっすぐ私の家に来られたわけです。そしてお悔やみを言われた。それで初めて分かった。それまで全然分かっていませんでしたからね。それでそこの戦友の人がそのいきさつをずっと話してくれたんですけども、その戦友の久保さんって言いますけど、高木瀬同じ高木瀬出身の久保さんっていう方が父が病気してる、入院してるっていうことを聞いたものだから見舞いに行ったと。で見舞いに行って部隊の方に帰ってから牛島はどうしてるだろうかなって他の人たちに聞いたら、いやあれはもうその野戦病院で亡くなったということを聞いたもんだから、まっすぐうちの方に来たと。その時のですね、母が聞いた瞬間に私のところの玄関の土間で応対してたんですけども、そばの自転車にすがりついてね、泣いているのを私はもういまだにそれが記憶に残っている。私はまだ小学校に入る前の年ですから、どういう感情は分かりませんけども、とにかくその母が泣いている姿というのはいまだに覚えています。そうです、インパル作戦。牟田口兵団っていう、牟田口兵団で牟田口、大将だったんですかね、あの人は。あの人の記録映画テレビでドキュメンタリーにありましたけれども、あの当時にね、こんなこと言う。何人殺せばいいかいと。このインパル作戦が兵隊を何人殺せば終わるかいと。だからもう白骨街道と言われるくらいの戦死者があったということが、それものすごく感じますね。無駄な戦争と。もう消耗品ですよね。私はそのテレビ見た時にもう腹の頭が煮えくり返るような。なんでこういうことを言うとかって、俺たちの父とは死んだんです、お前たちのおかげでって。その時本当にテレビでやったんですけども、私はもう憤りが出ませんでした。でその後まだ話にたずみますけれども、遺族会から維持の巡拝友好団っていうやつで、もう私ビルマに行ってきたんですけどね。でそこで同じビルマで戦死した遺児たちと一緒になって各地区で慰霊祭をやってきたんですけど、その時にウラジリ川というビルマの大きな川でね、川のそばで慰霊祭をやって、もう本当のどかな風景なんですね。こういうのどかなね、もう平和なところでなんで戦争が起きただろうと、もうつくづく私はもう感じます。そしてこのビルマの地のどこかに父の遺骨が埋まってるんだろうとはっきり分かっとれば、もうそこにも行きたい気持ちやったんですけども、全然分からないということで、
そのまま帰ったんですけどね。田んぼのあぜ道に避難して、布団に隠れて、輝くような星空で。時は